皆さんこんにちは、ランタムです。これはね、寒冷地仕様に改造した7枚の軽で、今ね、装備的なものを煮詰めながら雪中車中泊に出かけてるんですけども、だいたい冬装備みたいなものがね、今まとまってきたんですよね。なのでね、そろそろまた雪中車中泊に行って装備の確認等をねしてみたいなというふうに思ってましたら、今回またしてもね、鳥取の方でいい感じの雪がね降るとの情報を得ましたんで、今回ねまたしても鳥取の方にちょっと雪中車中泊をしに行ってみたいと思います。はい。で、どこに行こうかなと思ったんですけど、なんか鳥取市の方はね、今夜半からこんな感じでドドドドドッと降ってくれるみたいなんで、今回も何泊かしようかと思うんですけども、まず1泊目はね、鳥取市の方に行って車中泊をね楽しんでいきたいと思います。はい。ちなみにね、現在の時刻はまた4時35分とかでね、またしてもねお昼ぐらいに出ようと思っててからこんな時間になってしまいました。計画性がねないですね。はい。で、鳥取市まで行くのにはね、約2時間半から3時間ぐらいかかるんで、もう着いたらね7時半とかで、さらに買い物したらね8時とかになると思うんですけども、やっぱりちょっと雪中車中泊しに行きたいんでね、今からねもう早速行きたいと思います。はい。で、今回もね別に節約旅をするつもりはないんですけども、お金はあんまし使わない方向で、あと家にあるものはねこんな感じでビールとかコーラはちょっと持っていこうと思います。はい。ということでね、もうちょっと西日が差してきてるんですけども、鳥取市の方に向かってこれから行ってみたいと思います。はい。じゃあね、行きましょう。はい。ということでね、津山に向かって移動してるんですけども、特に面白いことは何もないと思うんで、飛ばし行きます。はい。無料のね高速道路に乗ります。はい、出口です。また一般道に戻ります。はい、一般道にね戻りました。だいたい5分か10分ぐらいはね短縮できてるとのことです。現在の時刻は5時半です。だんだんとね暗くなってきました。到着予定時刻はね7時半ぐらいらしいです。はい、ここに来てね、Google マップがねなんか違う道を指し示しました。通ったことがない道でから西山倉さんの方まで抜けれる道があるんですよね。どうしましょうかね。 Google マップにはね散々やられてるんですけども、なんか面白そうな道なんでね、そっち通ってみたいと思います。行ってみましょう。人生は冒険や。はい、この道をね右に曲がっていくそうです。なんか全部のね車がまっすぐ行ってから僕だけ曲がるような格好なんですけども、大丈夫なんでしょうか。道路が狭くて全然スピードが出せません。この道本当に速いのかな。どうやらねまたしてもGoogle さんにやられたっぽいですね。はい、国道179号線に出てきました。結構言うほどでもない比較的走りやすい道でした。現在の時刻はね6時ぐらいです。まだね西山倉さんには着いてません。もうちょいってところですかね。道はね信号ほとんどなくてからすごい順調です。走りやすい道ですね。頑張っていきましょう。はい。ということでね西山倉さんの近くまでやってきました。でもうこの辺からね無料の高速道路があるんで、それに乗っていくことはできるんですけども、個人的にね西山倉さんの方から乗ってみたくなったんで、そこまでね車走らせてます。これは塩カリ撒いてるのかな、道路に。なんか白いつぶつぶがあるなもんだ。多分これは塩カリでしょうね。パラパラ撒いてあります。よし、行きましょう。よし、行きましょう。冬用タイヤ着用必須です。よし、行きましょう。で、このトンネルを抜けたら鳥取に入るはずです。はい、鳥取にね入りました。おお、こっちはすごいな。雪降ってますね。これは
しかもね気温はマイナス1度らしいです。おお、素晴らしい。吹雪ですね。いい感じですね。いやでもね、あんましね喜んどったら怒る人がいるかもしれないんでごめんなさい。でも楽しいんです。だいぶねいい感じに雪が降ってますね。飛ばしすぎないようにね安全運転で運転します。これワイパーね、冬用ワイパーかなんかに変えた方がいいかもしれませんね。おっとっとっと。カーナビがねやっぱ調子が悪いですね。ナビがねうろうろしてからまともな場所を出してくれません。このナビが使えないのはねちょっと痛いんですけども、 iPad mini ぐらいに変えた方がいいかもしれませんね。最近 Android タブレットねいいのが出てないんでだまし使ってたんですけども、もうちょっとそろそろダメっぽいです。ちょっと検討しましょう。はい、鳥取自動車道かな、無料区間降ります。はい、ということでね、鳥取市の市街地の方までやってきたんですけども、今夜のね食材はまだ何も用意してないんで、ちょっとねスーパーに行きましょう。はい、ありました。到着です。S マートさんですね。鳥取を代表するね激安スーパーさんです。よし、はい、ということでちょっとね買い物行ってきます。行きましょう。はい、いいものがねいろいろ買いました。で、いい雪降ってますね。おお積もってくれるかな。よし、こしたらね行きましょう。出発です。ちなみにねさっきの S マートさんでの買い物ですけども、ちょうどね1時間お店の中にいました。いつも通りですね。はい、かなり視認性が悪いです。カメラ通してたらねすごい明るく見えてると思うんですけども、肉眼ではねめちゃくちゃ見えづらいです。安全運転で行きましょう。あれ、降りるところあった？今ナビがね死んでるんで道間違えたっぽいです。困ったなこりゃ。はい、はい、ということで、ね、こっちですね、子供の国の方にある駐車場なんですけども、一応降りてはいけますね。この先なんですけどね。はい、ここですね、駐車場。ぐるっと回って降りてきました。ここにはねトイレもあるんで、有事の際は安心な場所ですね。なんですけどもね、今ね坂をぐるっと回って降りてきたんですよね。で、あんまりね降りすぎたら逆に今度は登れなくなっちゃうんで、ちょっとね天気予報見ます。はい、ちょっとね天気予報見てみました。そしたらねこんな感じで、多分ね全部で積もっても10センチか15センチくらいなんで、多分ね脱出できると思うんですよね。ですんでもうね今回ねちょっとこちらの場所で車中泊をねさせていただきましょう。はい、多分大丈夫だと思います。ちなみにねダメだった場合にはねここね坂の底なんで登るのが大変なんですけども、まあなんとかなるんじゃないかと思うんでね、ここでね車中泊させてもらいましょう。はい、よし、じゃあねちょっと適当な場所に車止めます。ちょっとね水平見ましょう。だいぶお尻が下がってるんで、よいしょ。下がってますね。ぐっと2段ぐらい登らんといけんかな、これやったら。これぐらいかな。はい、 OK ですね。水平になりました。 OK、 これでねゆっくり眠れますね。はい、そしたらねエンジンを切ってワイパー立っておきましょう。今回はね思い出しました。はい、 OK ということでね、場所取りもね何とかできたんで、こちらの方でね今晩一晩過ごさせていただきたいと思います。よし、車の中戻りましょう。はい、ということでね車の中に入ってきたんですけども、現在の時刻は8時51分ですね。
買い物をね1時間も楽しんだんで遅くなりました。で車内の気温はねまだ 14. 点何度もあるんでだいぶあったかいんで、もうこのままでいいですね。はい。でお腹も空いたんでね、もう早速ご飯にしようと思うんですけども、今回ね買ってきたものをちょっとバッと並べますと、よいしょ。はい、今回はねこんな感じで買い揃えてきました。ソーセージにじゃがいもに玉ねぎに人参、あとパンとかマグカップのシチューとかですね。はい。でとりあえず今晩は簡単にね煮込み料理を作りたかったんで、この辺の食材でねポトフを作るために揃えてきました。ということでね、もう早速作りましょう。でまずちょっと野菜切ります。もう最近はねこのスライサーは常備してます。野菜はね大きくカットしたらなかなか煮えないんで、今回ちょっと半分ぐらいしとこうかな。本当はねゴロゴロ三角切りしていくんですけども、どうしよう、あんましね大きくしたくないんで、ちょっとね薄めの三角切りをしていきます。火が通りやすいように。でちなみにね今回の料理はちょっといろいろ自分の中でね考えがあって実験がてら作ってるんで、ああそうなんだぐらいでねのんびりとご視聴ください。本当はねデカめに切るんでしょうけどもね、まあデカめに切ります。どっちか言ったらねポトフという名のスープに近いような格好になると思います。本当はねポトフの具みたいな野菜は売ってたんですけども、そいつがた方がね早かったんですけどもちょっと高かったんでね、今回は僕はもう煮ることにしました。こんな感じですかね。少々ね土がついてますけども大丈夫です。なんか世の中にはね土を食べる人もいるみたいなんで問題ないです。でこれもねちょっと小さく切ります。火を通りやすくする作戦ですね。はい、ということでね野菜カット完了です。そしたらねもう作業の半分は終わったんで、あとは煮るだけなんですけれども、今回はね自腹でね購入した炊飯器をね使おうと思います。これもねなんかちょっといつも使ってる炊飯器でもよかったんですけども、こっちの方がね背が低くてコンパクトなのと、あとね面白いのがこれ元からね蒸し皿みたいなのがついてるんですよね。ですんでここでねご飯炊きながら蒸し物もできるっていう炊飯器で、あとね他の炊飯釜と違ってここですね、ごめんなさいちょっと水ついてるけども文字がね白いんですよね。他の炊飯釜これ黒かったりしてから見えづらかったんですけども、これ白いんでね購入してきました。はい、面白い炊飯器です。でちなみにこれ消費電力が結構低くて 310W です。だからちょこっとかというとそうからない消費電力の炊飯器ですね。はい。でこれね料理する方法なんですけども、多分ですけどもね硬い人参なんかはまず蒸してねあげた方がいいと思うんで、人参だけね上に置いてこの状態で蒸すようにして、で他の食材はね煮た方が早そうな気がするんでこっちに移してこうですね。はい、いい感じいい感じでコンソメですね。もうコンソメで煮込むだけです。ポトフはお湯 300ml、300cc に対してスティック1本らしいんで、もうスティック1本分作りましょうかね。はい。でちなみにねコンソメとかねこの辺の分に関しては水の量をきちんとしとった方がよくって、というのがもしね薄かった場合にはね調整が効かないんですよね。だから水の量は調整可能なぐらいに、だから250ぐらいにしておきましょうかね。はい、もうこれぐらいで OK っていう。で味がねもし濃かったら水を足して薄めることができるんで、これぐらいにしとく方がいいです。であとこの中にもうねコークに入れててもいいですね。お肉の美味しい出汁が出るんで OKOKOK、 いい感じになってきましたね。でここにこれを置いておくと OK で蓋バッチリですね。であとはねコンセントにつなぐんですけども、今回はねこの布団の下にある AC200 でいきます。はい、ここにねコンセント来てるんでやって接続。ただ今電池残量 93% とからしいですね。
で、AC なんで AC をオン。OK。繋がりました。ブルーティーはね、Bluetooth で繋がるんでめちゃくちゃ簡単にですね、これは。で、炊飯器の方をね、いろいろ設定があるんですけども、本当にね、普通だけでいいと思うんで、この状態で炊飯。はい。あとはね、もう放置です。で、電気なんでね、窓閉め切ってても大丈夫ではあるんですけども、匂いがね、どうしてもこもっちゃうんで、自動ドアをね、開けときましょう。よいしょ。OK。で、ちなみに Bluetooth で見ると、消費電力 311W ですね。AC200 がね、きっちり出力が 100V なのと、炊飯器もね、310W だからということで、もうちょうどですね、綺麗なワット数出てます。すごい。はい。ということでね、炊飯器をセットして、今調理ができるのを待ってるんですけども、これ、ゲでも30分はかかるんですよね。で、待ってる間にね、お腹もすくんで、ここでね、スペシャル食材を登場させましょう。はい。これですね、お弁当です。これ実はですね、さっきのスーパーにね、行ったら、厚焼き卵とか、揚げ物とかが入って、さらにご飯もついて、半額で売られてたんで、もうね、これは買わないといけないと思って買ってきました。運命の出会いですね。で、ちなみに、今日買ったものが、野菜とソーセージとパンとマグカップのやつとこの分で、全部合わせて1090円でした。相当ね、安く上がってます。はい。ということでね、こっちをいただこうと思うんですけども、これを温めるにはね、ノンフライヤーがあったら便利ですよね。ということでね、今回、ノンフライヤーもね、持ってきました。これはね、ちょっと特殊なノンフライヤーで、いつも使ってる分よりもね、ちっちゃくて、消費電力がね、600W のやつです。で、中はこんな感じの分ですね。これね、いつもの分は鉄なんですけども、これプラです。こんな感じのね、中の分になってます。で、ちなみに案件じゃなくて、これ本当に自腹買いです。で、いっぺんね、洗って空だけをしてきたんですけども、これね、プラスチック臭いですね、ちょっと。仕方がないです。で、ちなみにね、こっちが300で、こっちが600なんで、合わせてもね、1000W 以下なんで、なんだろう、出力 1000W 級の電源でもね、両方同時に使えます。あら、で、今回ね、やってしまいましたね。くっつきにくいホイールをね、忘れてますね。もうクッキングシートでいきましょう。はい。この中をね、汚したくないんで、中にクッキングシート。で、ちょっとね、台みたいなものを作ります。家出るときにね、あれ、こんなところにくっつきにくいホイールがあるぞっていう風に見てたんですけども、それがね、入れ忘れた分だったみたいですね。もうね、揚げ物類は全部入れましょう。OK。あ、そうだ。で、なんか、ちなみにね、上手にするんだったら予熱をした方がいいらしかったんで、予熱もします。3分やります。ちょっと放置します。ちなみにね、現在の消費電力は 897W です。約 900W ですね。で、電池残量は 88% と。で、このままの状態でもね、2時間は丸々動かせれるんですけども、まあ、こういったものはね、さっさとやってしまうのがいいんで。ほい。予熱が終わりました。じゃあ、ここにね、これをも入れて、で、何分にしましょうかね。とりあえず、ワット数が低いんで5分ぐらいにしましょうかね。はい、5分回します。はい、できました。どうでしょう。よっ。温まってるっぽいんですけども、弱いですね。温まることはね、温まってると思うんですけども、いつものノンフライと比べたらね、火力がちょっと弱いです。で、ちょっとね、味聞いてみましょう。ちょっとかじります。なるほど。こっちは温まってるし、表面はね、サクサクしてますね。いつもの分まではいかないんですけども、十分です。OK ですね。まあ、OK にしましょう。600W なんでね。よし。じゃあね、ちょっともう、早速なんですけども、お腹も空いたんで、ご飯にしましょう。いただきます。唐揚げ。温まってます。5分であんな感じなんですね。なるほどな。やっぱしね、いつもの分と比べたら火力がやっぱし弱いですね、これは。でもね、600W としたらね、すごく上出来だと思います。はい。電子レンジレベルぐらいの温めはできてます。ということでね、もう、喉も渇いたんで、いただきましょう。本気に。最高です。はい。そうこうしたらね、ボコボコ沸いてきました。ちょっと中見てみましょう。いい感じ、いい感じ。人参どうかな。
つまようじがあるんでね、刺してみましょう。あ、まだですね、つまようじがね、通るほど柔らかくはなってないです。オッケーオッケー。じゃあね、もうちょいやりましょう。よし。その間にね、ご用です。極厚のね、卵いただきましょう。どんな味なんだろう。いただきます。なんだろう。甘じょっぱい感じ？美味しいです。はい。残り時間が10分になったんでね、もう一遍揚げてみます。よいしょ。で、どうでしょうか。かなり柔らかくなりました。すごい。すってね、つまようじ通ります。OK です、OK です。うまくいった。大成功ですね。じゃあ、あとはね、これをね、もうぶちまけましょう。よいしょ。OK。ちなみに、じゃがいもはじゃがいももね、よく煮てる感じです。で、すごい気になるのがね、味なんですけどもね、あれ相当薄いぞ。そんなことはね、ないはずなんですけどもね。ちょっとすすってみます。薄い。なんで？本当に理由がわかんないけども。ごめんなさい。これ新品未開封ですね。1個も入れてないです。薄いとかじゃなくてね、入れてませんでした。ごめんなさい。なんかと思った。はい。ということでね、入れましょう。なるほどね。なんか全然匂わないなと思ったんです。よし。じゃあね、あと5、6分煮込みましょう。はい。ということでね、ちょっと今、コンソメ入れて消費電力見てるんですけども、310W ぐらいから0W を繰り返してるんですよね。これね、100度になったら切れて、99度になったらオンになってるみたいな感じの分だと思うんで、だからね、湯気が出始めたら多分ね、これはもうお粥とかっていうメニューにね、してもいいかもしれませんね。お粥はね、くつ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 煮るタイプの分なんで、コート料理には多分お粥モードに切り替えればいいんだと思います。勉強になりますね。ということでね、人の煮立ちしたんで、ちょっと見てみるんですけども、どうでしょう。バッチリです。上手できました。オッケー。じゃあね、もうこの分は、取り消しで OK です。完成ですね。約ね、40分ぐらいでできました。で、ちなみに電池残量はね、77% です。96% が93% から77% なんで、約ね、15から 19% ぐらいの消費電力で、両方ともね、できたという格好ですね。はい。1食分のね、調理が、これぐらいだったら、何日間も料理としては持ちますね。ということでね、よそっていただきましょう。よし。で、あとはね、ブラックペッパー。はい。美味しそうな分ができました。じゃあね、食べてみましょう。いただきます。まずはね、人参いきましょう。めちゃくちゃ美味しいです。よくできてます。煮込みはね、コンソメ入れるのが遅すぎたんで、煮込まれてはないんですけども、柔らかくて美味しいです。ウインナーは上手できてます。バッチリですね。人参をね、小さく切ったの正解です。よし、じゃあね、あとはタブレットでもね、見ながらゆっくりしたいと思います。はい、すいません。少しね、布団の中に入ってたら、また寝てました。現在の時刻はね、12時10分ですね。で、車内の気温はね、6度なんで、かなり寒いです。で、気になるね、雪の状況なんですけども、実はね、意外と降ってなくって、なんか少なめなんですよね。で、あれおかしいな、雨雲はとかって思ったら、なんかね、天気予報が大幅に変更があったみたいで、今ね、ここなんですけども、ここで降るのがね、明日の朝8時ぐらいにならないと降らないみたいなんですよね。で、これはね、もうなんか鳥取全般こんな感じらしくて、明日のね、明け方にならないと降らないっていうね、格好らしくて、僕はね、雪中車中泊をしに来たつもりが、ただ寒い中でね、今、車中泊してるというような格好ではあります。これは仕方がないですね。ですのでね、今日はね、とりあえずもう寝ようと思うんですけども、こっち炊飯器の方はね、まだたくさん残ってます。けどもこれはね、明日食べるとして、ご飯もね、また別の機会で食べようと思うんで、これは包んで、もう今夜はね、休もうと思います。はい。ご飯はね、取っとかないと、乾いたら美味しくなくなるんで、はい。
これで OK ですね。寝る前にね、ちょっとお手洗いだけ入れておきましょう。よいしょ。車ね、全く入ってきてません。静かです。はい。じゃあね、寒いけど車に戻って休みましょう。よいしょ、ね、腹巻きして休みましょう。お腹を冷やしてもね、いいことは全くないんで。よいしょ。あとはね、中に入って休みましょう。厚着プラスベンチコートで寝袋に入って布団かけて休みます。はい。ということでね、明日朝8時ぐらいまでなんか雪が降らないらしいんで、もう今夜はね、普寝したいと思います。おやすみなさい。今いる場所なんですけどもね、暴風雪になったみたいですね。これどうしようかな。